ごいパワーだなこれ。もうちょっとこれには驚いた。これ便利だね。はいどうも、ストックロックです。今回ですね、キモさんからこの電動ドリルドライバーの商品提供をいただきましてレビューすることになりました。この話をいただいた時にですね、自分からの条件として嘘は言いませんと、いいようにレビューすることはできません、それでも快くいいですよと良い返事をいただきましたので、今日はこちらのレビューを嘘偽りなくね語っていきたいと思います。おーでん、はい、キモ。ていうかこのソフトケースに入ってるの珍しいですね。私この方が嬉しいです。いつもケースいらねえって言ってるんですけど、あれはかさばるからなんですよ。ソフトケースだといいですね。まず本体でん。なんか結構思ってたよりコンパクトですね。めちゃくちゃ握りやすい、ちっちゃくて。本体とあと充電器、はいとバッテリー、20V だそうです。20V といっても 18V と変わらないです。要は中に入ってるこのリチウム電池の数が、要はこれ5本入ってると思うんですけど、1本あたり国産メーカーだと 3.6V で計算してます。でこの海外製だとだいたい 4V で計算してるので、これ5本入ってるんで 4520 の 20V なんですよ。国内メーカーの 3.6V のものになると、それ5本入ってるとちょうど 18V になります。なので国産メーカーの 18V と同等だと思ってください。 20V といっても。はい。なんだこれ。これ中にビット入ってんのか。そういうことか。なんか一緒にくっついてきちゃう。2本ぐらい悪い子がいる。はい、大量のビット、プラスからマイナスから、トルクスから何やら入ってます。はい。あとフレキシブルアーム入ってますね。これ便利ですね。あとドリルの刃が何やら大量に入ってます。この金属の金具なんだろう。本体につけるやつですね。ベルトとかにカシャンと本体をつけれる部品です。もう話戻りますけど、ビット類が32種類入ってます。あとドリルの刃が9本も入ってます。はい、9本ね入ってます。あと説明書、日本語かな。日本語ですね。今ちょっと説明書さって読んだんですけど、めちゃくちゃまともな日本語の説明書がついてますね。よくありがちな意味不明な日本語ではないです。しっかりちゃんとした日本語の取扱説明書がついてます。これはちょっと安心ですね。一応24時間オンラインサービスということで、こういったカードも入ってます。はい。あと最初に出てきたこのバッグ、クッション素材のものがそんな分厚くないけどね、3ミリぐらいのクッション材が周りに入ってて、上には入ってないね。下と横一周はクッション材が入ってるキャリングケースになってます。で中は一応こう網網の小物入れが片側に2箇所、ここと見えるかな、おりゃこんなの、こっちもねこんなの。はいということで、バッグの中に入ってるのはこれで全部です。ていうかすごいよね。これでお値段が8460円 Amazon でね。で500円のクーポンがついてるので、実質8000円ぐらいで購入することができると。これだけのセット内容で8000円だったら正直私は安いなって思います。ただこのねビット自体どれぐらいの強度があるのかわからないですけど、例えばすぐ舐めてしまったり、付属品って結構多いよね、国内のメーカーのものでも。そういうあんまりいいものついてないイメージが私にはあるので、どれだけ使えるのかっていう部分はあるんですけど、それをただ差し引いてもこれで8000円だったら安いですよね。すごくいい線いってると思います。でね、見た目もね悪くない。緑ってなんか結構 DIY の工具では主流な色だけど、別に良くないですか。僕は全く問題ないな、使う上で。でこのちゃんとね PSE マークも取得してますんで、安心して使えるのかなと思います。すごくいいんじゃないかな。見た目はねまだ使ってないんで見た目はいいです。まずこのバッテリー充電していきましょうか。で使用感をねお伝えしないとって思ってるので、はい、
今差し込むとこんな緑のランプがつきましたんで、これ買っちゃうんだよね、普通にね。はいはい、赤に変わりました。これ充電中ですね。で他にもね、いろんな工具出してるんですよ、キモさん。インパクトドライバーとかそういったものにもこの電池共通でバッテリーは使えるんで、使い回ししやすい商品となってると思います。このね、電動ドリルドライバーって僕持ってないんで、初めての1本目です。最初はインパクトから入る人多いと思うんですけど、締め込みもできる、穴開けもできるってことで、ただ本来は締めですよね。ネジ締めするための電動工具です。ただオプションとして穴開けすることもできるよと。でインパクトは回転方向に打撃が入るんですよ。ガン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 と。でより強く締めれるとっていうのがインパクトドライバー、締めに特化してますね。でもう一つこれ電動ドリルなんですけれども、こっちはですね完全に穴開けに特化してます。その打撃も加わらないし、ただこいつの場合は回転数調整できますけれども、その回転に合わせてね、例えばドリルの径が太いものを使うのであれば回転数を落とすとか、そういった形で回転数を調整してね、滑らかに穴開けすることができるっていうのがこの電動ドライバーなんですよ。で今回キモさんに提供していただいたこの電動ドリルドライバーなんですけれども、ちょうどこいつらの間に位置します。で締め付けもできる、穴開けもできる、一種のオールラウンダーなんですけれども、オールラウンダーってどっちつかずで結局両方中途半端なイメージが私はあるんですよね、正直。結局両方ちょっとずつしかできないんじゃないかみたいなっていうイメージがあったので、私は今まで買ってこなかったです。ただメリットはあるんですよ。まずここ先端チャック式になってるんで、インパクトは六角軸になってるんですけど、こっちのドリルの刃っていうのはこういった感じで丸いですね。でこういうのチャックなんで、チャック式なんで丸いのが使えるというのがまず一つ利点。この丸い方が安いですからね、六角より。それとホールソー、こういうのもつけることができるということで、インパクトにも専用のチャックつければできないことはないんですけど、なんせ打撃があるんでやっぱり向かないですよね、穴開けには。こっちは固定して私使うようにしてますけれども、垂直方向の穴開けのみで使ってますけど、これぐらい軽いとですね、壁とかそういったところに穴開けするときは非常にやりやすい商品となってるんで、そこが利点ですよね。でもね、こいつにはね違う機能もついていて、いや今のやつってそのついてんのかな、ハンマー機能っていうのがついてるらしいんですよ。ハンマードリルまでいかないけど振動ドリルみたいな感じだけど、コンクリートにも穴開けできるっていうことで、コンクリートって普通の電動ドリルで穴開けすると目詰まりしちゃうんですよね。何の振動もないので、ただ回転していく、刺さっていくってなると、切りくずが粉みたいなクズなので上に上がってこないんですよ、粉塵が。なので目詰まりしちゃって途中で穴開けれなくなっちゃうんですよね。それをこの垂直方向の振動を加えてあげることによって目詰まりがしないと粉が上に浮き上がってくる。なのでどんどん掘り進めていけるよっていうのが振動ドリルです。でね、コンクリートにね穴開けしてるね写真もあるんで、開けれるのかもしれないですね、こいつは。で話してるうちにもうなんとバッテリーがほぼ満充電だったのかな。でこれをつけます。これもね薄いんで軽いです。ここまでの容量でないのかな。 2.0 アンペア。はい、こっちも PSE マークちゃんと入ってます。でこれをつけます。カチンと。やっぱりね握りやすい。グリップがね細い方がね僕好きです。全然女性でも問題なく、深く握ると、私あんまり手大きい方じゃないんですけど、ちゃんと指同士が重なります。そんな大きさです。でこれが本当にネジ締め付けもできる、穴開けもちゃんとできる、ちょっとレベルの高いオールラウンダーになると魅力を感じますよね。それを期待してます。まずざっくり型番なんかを説明していきます。型番が QM13809ST20 です。で電圧が 20V。 これは先ほど言った通り国内メーカーでいうと 18V 相当と一緒です。でこれ1個しかないので替えがないんですよ。充電切れちゃったらすぐ充電してる間待ってるしかないんで。で充電時間が90分充電して、動作可能時間は2時間ってなってるんですけど、無負荷時ってなってるのでおそらく2時間持たないかな。ずーっと2時間ずっと使うってあんまりないけど。でチャック、この先端ですね。チャックは、0.8mm から 10mm
10mm までいけるんですね。すごくいいと思います。私も 10mm までのドリルの刃しか持ってないので、まあちょうどいいかな。持ってる電動ドリルの廃工機のものも 10mm なので、まあ同じサイズまで加えられるよといった感じです。で、回転速度は2段階調整できます。ここでね、1と2、これ今1、2ってなってますけど、この回転速度が1分間で350回転までするっていうものと、1分間で1350回転するっていう回転数が選べるそうです。で、最大トルク35ニュートンメートルです。まあインパクトじゃないんでね、トルクは全然インパクトと比較しちゃいけませんけれども、締め込みに特化したインパクトと、まあ電動ドリルドライバーの差といえば差ですよね。なのでどれぐらいのネジを締め込めるのか、それにちょっと楽しみですね。後ほど試してみたいと思います。で、本体の重さ 0.94kg、940g ですね。で、電池の重さが、0.4kg、400g。僕持ってるインパクトよりは軽い。両尾の。まあバッテリーちょっと大きいけどね、あっちの方が。あれよりは軽い。で、この LED ライトも常時つけるっていうことはできなくて、回してる時だけ点灯します。なので最初にこう暗いとこで位置合わせるときに最初ちょっと辛いよね。これなんかボタン式にした方がいいんじゃないかなって正直思います。はい、今ね説明書を熟読しました。で、若干ドリルとかになってたりっていう誤字脱字は見受けられるんですけど、粗悪品な説明書ではない、本当に意味がわかる説明書になってました。で、1点だけね説明書とね違った部分があって、このスピードですね。この回転速度の調整のスイッチなんですけど、説明書ではねこっちが遅い方で、チャック側が遅い方で、手前側が、速い方だっていう風に説明あるんですけど、これ逆ですね。これまず手前側、はい、でチャック側、まあ微妙な違いなんですけど、もう一回手前、チャック側、はい、でこっちの方が速いんですよ。なのでチャック側が速い。で、一応この速い方だと0から 1350rpm っていうことになってるんですけど、トリガーがね無断変速になってます。ゆっくり引くと、で徐々に速めるとっていう感じです。で、低速の方0から 350rpm、 遅いですよね。っていう違いがあります。で、次にこの打撃を加えるとかそういったモードを切り替えるのがこの手前のリングの3つマークがついてるやつね。これをこの矢印に合わせると、ハンマーマーク、ネジ締めマーク、穴開けマークで3種類モードがあるんですけど、このハンマーマークが振動ドリルモードだそうです。なので振動が加わると。で、ハンマーモードにするとこのクラッチ機能が無効になると。これ手前にクラッチ機能ダイヤルついてるんですけど、1から21まで。で、このクラッチ機能は次のネジ締めモードのみこのクラッチ機能が使えます。その他2つはクラッチ機能を動作しないそうです。で、クラッチ機能何かっていうと、例えばちっちゃいネジとかを締め込む場合に設定した以上に負荷がかかると止まるんですよ。それ以上力が加わらないようになってるので、なのでちっちゃいものを締め込みたい時はこのクラッチを下げてやるといい力加減で締め込むことができると、そういった機能になってます。で、このクラッチ機能はねカチカチ割と簡単なんだけど、このモードの3つこれを変える時ね結構力いりますね。このクラッチは指だけで回るんですけど、指だけで回そうとするとちょっと硬いんですよ。よいしょ。まあ回りますけど、なのでねこうやってやった方が回りやすい。ちゃんとガシッと掴んで。はい、それではね実際にこの電動ドリルドライバーの性能を測ってみたいと思います。で、用意した材料はまず 13mm の霧、これ最弱だね。すっごい柔らかい材料です。これとこれが 9mm のシナランバーの切れっ端と 18mm のパイン修正剤と 1x4、2x4、これらに穴開けと
ネジ締めをしてみたいと思います。でネジの長さにもよると思うんだけど、でちょっといろんなネジも試してね、どこまでいけるのかやってみたいと思います。これもし穴あけネジ締め、特にこの辺ねできるよっていうことだったら、インパクトも何も持ってないよっていう人で、例えば簡単な DIY をこれからやろうって人にはかなりオールマイティーな電動工具になるんじゃないかなと思って、まずこの辺りを確かめてみたいと思います。まず穴あけしていこうと思うんですけど、このセットに含まれてた木工用のドリルの刃で 8mm が一番太いものだったので、本当は 10mm までねこいつ加えることができるんだけど、セットのものも確かめてみたいなと思って、この 8mm の刃で開けていきたいと思います。まずじゃあこの一番柔らかい初級から。開かないよ。もう一個開けます。ちょっといろいろ試してます。もう一回開けます。はい、今ねいろいろちょっと試して穴開けたんだけど、こっち最初の方なんですよ。なんかすごい汚くないですか？ちょっとね力の入れ具合がねわからなくて、いまいちで何回か開けてるうちにうまく穴開けできるようになりました。ちょっとね材料が柔らかいからね、これぐらいは穴開けできるでしょう。ただね正直ねこの柔らかい材料をこれだけ穴開けるのにちょっと遅いかなっていうのが正直なところです。もしかしたら最初についてるドリルの刃があまり良くないのかなと思って自分の持ってるやつにも変えてみたんだけど、正直変わらなかった、あんまり。だから刃のせいで遅いわけではない、それぐらいのスピードなのかもしれない。はい、次この 9mm のシナベニヤに穴開けていきたいと思います。悪くない。はい、悪くないね。なんかねさっきのは材料がちょっと柔らかすぎたのかもしれん。すごい開けにくかった。こっちの方がねスムーズでした。全然問題ない、これなら。じゃあ次は 18mm のパイン修正剤です。 8mm のドリルで穴開けしていきます。よし、こんな感じになりました。一応開けれる。やっぱりね力加減がねちょっと難しいんですよ。これ自分が思ってる力加減よりちょっと強くね押さないとね刃が噛まない。もともとのそういう仕様なのか、ちょっとね勝手に掘り進んでくれるってわけじゃないんですよ。やっぱりちょっとクッて押さないとググググって入っていかないっていうか、多分綺麗にやりたいのであれば今スピードを高回転にしてますけど、これをね多分ね低速にしてね今みたいにクッて入れてあげるといい感じなんじゃないかなって思ってる。多分ちょっとこれでやってみますか。次この1バイをよし、じゃあこちら開けていきます。1バイ4ですね。はい、1バイ。やっぱりねそうだね、ちょっと時間かかるけど低速にしてクッて入れる、低速モードにしてクッて入れると綺麗にいく。で裏面はこんな感じ。はい、じゃあ最後この 2x4 剤に穴を開けます。いやこれどうしよう、低速かな高速かな。低速だよね。ではいきます。低速で開けますね。なんだおい、一番早かったぞ 2x。上手くなったのかな俺が。めちゃくちゃ早かった。一番早かったんじゃないかっていう。慣れたらいいのかもしれない。さっきの一番最初にやったやつが一番遅かった気がするんだけど、同じ条件でもう一回だけ開けてみますね。やっぱり俺が慣れたんだ速攻じゃん。なるほど。ただね汚い。ちょっとなんか分かった気がする。押して引っ張る押して引っ張るっていうのを繰り返すとちゃんと木くずがスムーズに出てくるんで、ここにね木くず詰まっちゃうんですよこれ。スピードはねうまくやれば申し分ないけどね、押す引くでその引いた時に木くずを外に出すでまた押す引くっていうのをグッ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 ってやっていくと早い。その代わりちょっと汚い。
でそのグッグッグッってやるスピードをゆっくりグッグッグッってやると割と綺麗にいくっていうのが分かった。ちょっとねこの辺慣れは必要かもしれないね。でもこれだけって本当にそんなに時間かかってないけど、これだけ開けるとちょっと慣れつかめてきたかなっていう感じ。自分がドライバードリル自体あまり使ったことないからかもしれないけど、こういうもんなのかな。ちょっと癖があるねって思う。ちなみにこの霧のあまりうまくいかなかった最初苦戦してた材料にインパクトで穴開けしたらどうなるんだろうと思って、同じ 8mm のビットを使って穴開けしてみたいと思います。ちょっと違いをね、ただこれ鉄鋼用の刃なので木工用ではないんですよ、刃がね。なのでちょっと一概には言えないと思うんだけど、はい、開けてみたいと思います。はい、これインパクトなんかめちゃくちゃ綺麗じゃないですかあれインパクトの方が、あれそっか、鉄鋼用の霧でじゃあ開けてみる？このドリルくんちょっと試してみますね。はい、これキモさんのセットに付属してた 8mm の鉄鋼用だね。これをちょっとつけてみます。付け外しはね非常に簡単、回すだけなんで。よし、じゃあこれで開けてみましょうか。どうなんだろう。逃げたな今。結構早だけどちょっと失敗。もう一個だけ開けてみますね。あれなんか鉄鋼用の方が綺麗なんだが、これで1倍とか開けてみようか。あれこれ上の方ね、なんかね鉄鋼用のドリルの刃で開けた方が早いしうまくいく気がする木工用の刃がダメなのかもしれんな。はい、これ2倍ね。最初ちょっと滑るんだよな、だけどもうグイグイいくもん。すごいパワーだなこれ。やばい、下まで行っちゃった貫通させちゃった。ちょっとやっちゃいましたね。ここ見えますちょっと貫通させちゃいました。ここはね OSB は全部貫通してないけど、ここまで行っちゃいましたね。でね、はい、これ鉄鋼用の刃で開けた方がうまくいってるし早い。なのでこれ最初買ったらこの黒っぽい方の刃を使った方が、僕木材相手にもこっちでいいような気がする。こっちの方がね使いやすい、私は。ただね一番最初刃逃げちゃうんでズルズルっと。だから下穴ちっちゃいのを開けるか、本当に穴ずれないようにねプチッとちっちゃいの開けてからこいつで開けると多分うまくいくと思うな。でこの 2x4 に関しては最初のそのズレはなかった。慣れたのかね。ということで穴開けはこの鉄鋼用の方がいいなっていうイメージです。でパワーはねめちゃくちゃある。びっくりするぐらい。今回ね薄い鉄板とかやんないけどいくんだろうなっていうのはわかる。全然開けれると思います。はい、次に穴開けを試して穴開けじゃねえや穴開け今やったわ。ネジ締めを試していきたいと思います。でネジ締めの時はこの六角軸をはめて、はい、これに付属のものを使っていこうかな。のプラスをはめると。でモードをネジ締めモード真ん中、よいしょ。これがね本当にねちょっと硬い。こうかな。ネジ締めモードにして、で開けていくと。でこの時はこのクラッチが有効になるので、セオリー的にはちっちゃい方から試してどんどん増やしていくっていう感じだよね。じゃあまずこの 25mm のピースから先ほどの材料全てに打ち込んでみたいと思います。ちなみに今クラッチは1です。ダイヤル1にしてます。おお、こいつは柔らかすぎなので1で十分ですね。ぴっ
ったりはまります。じゃあ次、9mm のシナベニア。受ける材料がなかったんで、下には修正剤、18mm の修正剤を引きます。これ今低速だっけ高速だっけ。今ちなみに低速ですね。ちょっと今高速にしました。では開けていきます。クラッチ効いてますね。回んないです。なので今クラッチ1でダイヤル1で回すとちょっと頭が出る。これを2にしてみます。2でも入んないです。3、3もダメ。4、ちょっと回ってきたけど、ちょっと一気に7いきます。はい、いきなり変わりましたね。7だとがっちりいきます。じゃあ次 18mm のファイン修正剤なので、これはファイン修正剤同士ですね。なんだ、ネジ締めめっちゃパワーありますね。余裕、全然余裕です、これ。じゃあ次1倍。ちょっと効きましたね。7だ。9ぐらいにしておきますか。いくわ。全然いくわ。これはもしやネジ締めは優秀なのでは。これ 2x4 の切れっ端です。縦割りしたやつね。こういってみます。割れるかもしれないけど。でちょっとレベルを上げましょう。 65mm の半ネジのビスを打ってみます。コースレッドね。これ20でいこう。マックスでいきましょう。はい、マックスで高速回転。これいけたらさ、普通の作業もインパクトじゃなくていいよって思う。じゃあ行ってみます。マジか。全然いく。はい、全然いきましたね。危ね。いや、ちょっと待った。思ったよりパワーすげえぞこれ。もう一発撃ってみるか。ちょっとこれには驚いた。ちなみに私小屋もウッドデッキも2倍の SPF 材で立ててるんですけど、ハードウッドとか使ってないんですよ。ってなるとこれで組み立てれることになっちゃう。別に問題ないね。これはちょっとびっくりしましたね。すごいパワーっすね。マックスにすると全然問題なくグイグイ入ってきます。でグイグイ入ってくし、全然クラッチ機能が機能しなかったんだよね今ね。これ機能するラインってどれぐらいなんだろう。2倍材同士でちょっと10ぐらいでやってみましょうか。もう1本だけ同じ長さ。どれぐらい余裕があるんだろう。でね、やっぱりね、インパクトよりこの打撃なくて暴れないので、たまにありませんか、こうやってガーって打っててズコンって結構無理な体勢とかで、壁とか天井とか打ってる時に変な風に力加わってズコンってこの材料にゴンって傷ついちゃうことありませんかね。それがね、これないわ。この無断変速、これゆっくりいけば全然ない。このスピードでもゴリゴリ入ってきますからね。これじゃあいきます。10でね、ちょっと待って、10でなんか割とちょうどいい感じなんだけど、ネジ締めに関しては全然問題ないですっていう実験結果でした。はい、ということでね、いろいろ実験しましたけれども、私ね、正直ね、途中でね、力足りなくてね、どっかで止まってくれると思ったんですよ今回で。ここまでの作業ならいけますよってことを言おうと思ったんですけど、全部クリアしちゃいましたねちょっとね、びっくりです。パワーはね、すごい全然問題ない、申し分ない。でただ穴開けの部分に関してはちょっとコツがいるかな。この上下運動で木くずを外に出してあげる動作がね、自分でやった方が、こう出してった方がグイグイ奥に行く。その代わりスピード上げるとちょっと汚くなっちゃうけどね。でもう一個最後に紹介しますけど、このね、フレキシブルっていうのもあるんですよ。これをつけてあげると、あとね、インパクトの違いはやっぱこれチャックなので、この付け替えがね、どうしてもちょっと時間かかる。これはしょうがないけどね、普
通のドリルも一緒だし、逆に言うと何でもつけれちゃうんだけど、例えばインパクトだとこうワンタッチでねピッとで、あとこれ差し込むだけでカチャンとすぐ帰れるっていう利点はあるんだけど、こっちはね回さなきゃなんない。ただこの回すのすごいスムーズです。全然楽ちん。そこまで苦じゃないと思うな。これすごいな。これすごくないですか？これ便利だね。だからこれ上向きとかね、狭いとこね、こいつだけバシッと差し込んで回せちゃうと。これはすごいいいと思います。こういうの僕持ってなかったんで、これありがたいですね。いや、これ使いたい部分いっぱいあったな。結局このインパクトでかすぎてはまんないとかって結構あるんですよ。これあればね、これ単体でも売ってるはずだけど、確か六角軸のやつでもこれ最初からついてるっていうのは、これは大きなメリットじゃないですかね。で、何も電動工具を持ってなくてこれから買うよっていう人には、非常におすすめできると思うんですけど、でもね、僕これ使うよ、はっきり言って。だってこっちの方が締め付けが優しいので、しかも優しいのにスルスル入っていくから、打撃が必要ない時はほんとこれでいいって思っちゃって、で 2x4 材もで 65mm ってそれ刺さるんだったら全然 OK じゃないって思っちゃうので、それ以上のことってあまりやらないしね。なので結構万人受けするんじゃないかなとは思います、締め付けに関しては。でやっぱりもう一つはこのコスパですよね。8000円っすよ。しかもね、そんなチープな感じしないんですよ。このチャックのこの辺がちょっとプラスチッキーかなっていう部分はあるんだけど、このグリップの部分とか全然遜色ないので、バッテリーついて充電器ついて本体ついてビットいっぱいついて8000円だよ。でこのパワー出してくるんだよ。あと耐久性だけど、本当にそんなにねこれ壊れるようなもんじゃないんですよね、電動工具って。僕だけかな、あんまり壊れた経験がなくて1回もないんじゃないかな。丸の子だけ1回燃えましたちょっとそれはいいんだけどそういうね、あんまり壊れるもんだとも思ってないので、アフターサービスもしっかりしてそうなんで、僕は全然 OK じゃないかなって思いますけど、悪くないよ本当に。8000円なんで、コスパは20丸だと思います。でキモさん、次インパクトやらせてくださいちょっとねこれインパクト気になりますね。電動ドリルドライバーでこれぐらいのコスパを叩き出してると、同じこの 20V のバッテリーパックが取り付けられるインパクトなんかあれば、僕本当にちょっとレビューしてみたいなって思ってます。それぐらいいい商品です。はい、ということで今日はキモさんの 20V の電動ドリルドライバーで、型番が QM の 13809S の T の20っていう型番です。こちら、概要欄の方に Amazon のリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。